こんにちは、ステラ洋裁店です。今回は小さな端切れをパッチワークした布を使ってプルオーバーを作りました。パッチワークは大変でしたが、捨てられないお気に入りの生地を使うことができました。参考にしていただけることがあれば嬉しいです。サイズ、洋尺、パターンは動画の最後に記載していますので、どうぞ最後までご覧いただけたらと思います。パッチワークをする時の縫い合わせのコツは、2枚ともが斜めにカットされた生地を合わせると伸びてしまう可能性があるので、片方は地の目を通した生地を合わせます。縫い代にロックミシンをかけてアイロンで肩倒しし、上になっている方の生地に端ミシンをかけます。端ミシンは型紙に合わせて裁断した時に切り口がほつれないための役割をします。ここから先は縫い合わせやすいようにカーブになっている部分を切り落とします。色、柄が重ならないように組み合わせを工夫して次のピースと縫い合わせていきます。50センチ ×50 センチ程度の塊をいくつか作ってから徐々に大きくしていきます。縫い合わせた生地が歪まないように平らなところに置きながらしっかりとチェックをしながら縫い進めます。今回は全体で90センチ幅の250センチぐらいの長さになるように剥ぎ合わせました。襟とヨークと袖口のカフスは
無地を使っています。生地が出来上がりましたので、裁断をしていきます。裁断が終わったら、必要な箇所に接着芯を貼っておきます。まず襟を作ります。接着芯を貼った方が表襟です。裏襟は表襟よりも周りを2ミリカットして一回り小さくしておきます。襟を中表にして縫い合わせますが、この時接着芯を貼った表襟を上にして固定していきます。縫い代1センチで縫い合わせて、縫い代を7ミリにカットします。カーブの位置に粗ミシンをかけておきます。粗ミシンの糸を引いてギャザーを寄せて縫い代を落ち着かせ、きれいなカーブになるように整えます。縫い代を表襟側に倒してミシン目が見える位置で折ってアイロンをかけます。表に返して裏襟を控えるようにキセをかけてアイロンで整えます。襟の周囲にステッチを入れたら、裏襟の端と表襟の端を合わせて固定して、縫い代の位置に仮留めのミシンをかけるかしつけで固定しておきます。これで襟は完成です。ヨークの見返しに接着芯を貼り、端にロックミシンをかけて出来上がりに折ってアイロンを当てます。下から真ん中あたりまでの端にステッチを入れて、縫い終わりは糸を見えないように内側に入れて結んでおきます。持ち出し部分を出来上がりに重ねて仮留めをしておきます。ヨークと身ごろを縫い合わせて、縫い代をヨーク側に倒してアイロンをかけ、端にステッチを入れます。
前身ごろ、袖、後ろ身ごろを縫い合わせて1枚にしてロックミシンをかけ、縫い代を袖側に倒します。襟ぐりに襟を合わせて固定していきます。前中心の位置に襟の端を合わせたら、見返しを中表になるように折り返します。全体を固定し終わったら、縫い代の位置で一旦仮止めをしておきます。2つ折りにしたバイアステープを襟ぐりに合わせて固定し、本縫いをします。テープを縫い代側に倒して、テープと縫い代を固定するためにコバステッチをかけます。
襟と身ごろの際にアイロンを当てて襟ぐりを整えたら、テープを身ごろに合わせて固定します。襟をつけたら、初めに途中まで縫っておいたヨークの前端のステッチの続きを縫います。縫い始めと縫い終わりの糸を表から見えないように裏に引き出して結んで隠してからカットします。袖下から脇線までを縫い代1センチで縫い合わせます。裾にもロックミシンをかけますが、地の目の方向がいろいろになっていますので、伸ばさないように注意をします。縫い代にロックミシンをかけた後、後ろ側に倒してアイロンを当てます。裾は2センチを折り上げて出来上がりの位置にアイロンをかけます。地の目があちこちに向いていますので縫いにくいのですが、ゆっくりと丁寧にミシンをかけます。ゴム袖の縫い方。カフスの縫い代にそれぞれロックミシンをかけて縫い合わせます。縫い代を割って片側だけにロックミシンをかけておきます。出来上がりの形に折ってアイロンで折り目をつけておきます。
袖口とカフスを合わせて縫い代1センチで縫い合わせます。縫い代はカフス側に倒してアイロンをかけ、出来上がりの形に整えます。表からステッチを入れます。剥ぎ合わせの位置はゴム通し口になりますので、カフスの端の位置にもカン抜き止めをしておきます。内側の縫い目の糸をほどいてゴムを通します。ゴムを通し終わったら両端を縫い合わせ、ゴム通し口の中に入れて見えないようにしておきます。最後にボタンホールを作ってボタンをつけたら完成です。捨てられないお気に入りの端切れがパッチワークでこんな風に生まれ変わりました。他の誰とも被らない自分だけの特別な一着になります。気に入っていただけたらぜひお試しくださいね。
最後までご視聴くださりありがとうございました。